ざいます。あれ、雪降ってないね、全く。最強寒波でさ、すごい雪が降るって言ってるのに、全然じゃんね、晴れてるもんね。これから来るんだよね。かな。どうしよう、今日はどこ行くか。志賀高原行くか、野沢の方行くか。野沢行ってみる、久しぶりに。そうだね。まあ滑らないでいいよね、今日は。足筋肉痛だから。今日はいいかな。ね、今日は温泉入って、ちょっと街をフラフラするか。野沢の温泉街フラフラしようか。できましたよ。はい。パンもちょっと焦げたけど焼けた。さあ、飯山市に入りました。はい。あれ、今日は大雪警報が出てると思うんだけどさ、全然雪はまだない、道路に。そうだね。ね、横も少ないよね。まあ、雪かきした後はあるけど、そんなにいつもの飯山に比べたら少ないね。そうだね。今日は野沢温泉でのんびりだね。滑らない方の野沢温泉。温泉入って、温泉街歩いて、あとは恒例の温泉卵作って、いつから降るんだろうね。何十センチも積もるっていう予報だったけど、お昼ぐらいから降ってくるのかな。お昼ぐらいからだと午後だと思うよ。なんで今日はそれで早めに車を止めないと危ないよね。フラフラしてたら。卵買いましょう、まずは。飯山でいいか。飯山の鶴屋かベイシアか、あそこら辺で卵買って野沢温泉に向かいます。はい。卵を買いました。12個買ってたね。買わないんでしょ、値段が。6個と12個の値段が同じだった。しかも199円。安いでしょ。安いね。お、安い安い。ちょっと小さい卵だったけど、それは12個買うでしょ。別に茹でなきゃ温泉卵にしなきゃさ、そうそう、置いとける。日持ちはするからね。車中飯で食べれるし。なんかすごいね、あっち。野沢の方。野沢ね、北竜湖の方か。何あれ。ああ、雪捨て場できてるじゃん。ちょっとだけ車いる、軽トラに積んで。そうか、軽トラに積む分も捨てに来ないとダメなんだ。大変だね。軽トラなんか知れてるじゃん、乗る量。大変だな。だからうちの敷地の中の。そういうレベルだと思う。すごいね、やっぱり。でも本気で降ったら何回来ないとダメよって感じじゃん。だよね。おお、ちょっと雪増えてきた。さっきの飯山のあれはインターか。飯山豊田そうよりもちょっと増えてきたね、右側も。来ましたよ。高山村の橋も赤くてさ、なんかシンボルじゃん。冬のなんか長野県のよく出てくるじゃん。こっちの橋の方がなんか俺の中ではシンボルというかさ、スキー場、まあ今日なんか雪少ないけど、真っ白の中に赤が現れてさ、雪国に来たなっていう感じを感じさせてくれる橋、この橋が。なんかいつもこの橋渡って向こう行くとまた一段と変わるじゃん、雪の量とかも。確かにね。おお、結構降ってきた。いいね。不思議だよね。飯山の町では全然降ってないのにここ登り始めたらさ、本当だね。結構降ってるよ。結構降ってるね。雪もだいぶ増えた。今でこの一昨日ぐらい1メーター超えたんだけど、今80センチぐらいになってたから。スキー場は視界が悪そうだね。ああ、そう。まあ上の方そうか。けどみんなキャッホーって言って滑ってるんじゃない？そうなんじゃない？なんか一昨日ぐらいすごかったよ。本当。なんか肩パウだったかな。なんかそんな。肩パウだったか。腰パウどころじゃないって言って。肩パウ。そう。肩いパウじゃなくて。いや、なんて言ってたかな。なんか肩の高さ。そう。腰じゃないって言って胸パウって言ってたかな。胸パウ？そう、肩パウじゃなくて胸パウって言ってたかな。なんかすごかった。写真結構上げてる人いたけど、もう顔まで埋もってるような。そんな降ったんだと思って。どこ止めようね。いつもの冬有料になるところにしようか。もうそこもいいんじゃない？そうだよね。
ってるね。ねすごいね。でもまだ少ないね、野沢にしては。すごいよね、野沢の学校ね。めちゃくちゃ立派な学校。野沢温泉と軽井沢と、すごいね。すごい。白馬ってどうなんだろう、あんま見たことないけど、まあ、いっぱいあるか。白馬は1個かな。どうなんだろう。分かんないね。村には1個かもしれないね。白馬は軽井沢何か所かあるけど、なんかそのうちの1個すごいじゃん。照明もあってさ、ナイターとか。私立かと思って。そうグラウンドも芝だしね。そうね、すごいんだよね。あ、いっぱいかな、もしかしたらこんな時間に来てたら。どうだろう。開いてないかな。どこも開いてない？開いてる？開いてるんじゃない？はい、500円です。いつもと違うじゃん。小さいやつ。いつものオレンジのは？オレンジのもあるかな。それじゃちょっと届かないかもよ、上から。どうだろう。ああ、いいか、6個だったら。ね。さあ、カバーもしました。これ前もちょっとご紹介したけど、相当いいです、マジ。これもずーっと使ってるね。これは相当便利。雪もすぐ落とせるし、夜車中泊しても結露しないし、無敵です。あっちもっといいじゃん。横までできるのあるんだ。あれがいいな。あれすごい。あれ探そう、俺も。では行きます。これで行きましょう。ピンクのカバンに緑のバッグをぶら下げて何いい、いいね。イケアか。マリメッコだ。なんかさ、最初すごい高くて、でも私が行った時には超激安になってたよ。割引で100円とかこの色だもんね。になったよ。寒い寒い。何の足跡だろうこれ。コンクリートの下だよね。ねえ面白いじゃん。とりあえずカフェ行こうか。入れるかな。どうだろう。カフェに入れたらカフェ行こう。ちょっと上の。あれ、雪少ない。今年さ、アークがさ、野沢とコラボしてるんだよね。そうそう、ほら。なんかゴンドラにも貼ってたと思う、アークのマーク。そうなんだ。いっぱいリンゴ売ってる。安い、300円とか。真ん中に1本すごいつららがねえ上もすごいよ。なんか横にこっちにね、本当だ。こうなんか水の流れがあるのか。けど真ん中すごいじゃん、あれ。今日やってるんじゃない、このビール屋さん。クローズだ。あれクローズか。いつ開くんだろう。夜かな。できた。大熊ダイヤモンドドレスだ。今日はどうでしょう。入れるか。入れるかな。ナッパカフェさん。いいよね、ここ。大湯からも近いしさ。そうそう。オアシスみたいな。そうそう、これ雪捨て場みたいになってるんだよね。ソフトクリーム食べようかな。
熱いうちに混ぜて、うわうまそう。美味しそう。ちょっとさ、匂いがさ、あれの匂いする。ビビンバの匂いする。ちょっとわかるねえ、うわ美味しい。おこげとさ、多分この野沢菜がナムルみたいな感じなんだ、匂いが。そうね。野沢温泉の野沢菜だからね。そうそう。前運んでたよね、軽トラ。そう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 。これでちょっと置いたらいいんじゃない？はい。これだけだな、850円入れて1050円。すごいね。野沢温泉でいただきます。うわ、うまっ。やばい。超うまい。いただきます。超うまい。このちょっと熱い野沢菜もすっごい美味しい。美味しいね。美味しい。やばいなこれ。超うまい。美味しい。でね、私はタコライスなんですけど、美味しそうでしょ。これで850円だよ。やばくない？スープ付きで。あ、見て、こっちにも野沢菜入ってた。ほら、いいね。この野沢菜をさ、いっぱいいろんなお料理に入れてくれて。いただきます。うわ、美味しい。久しぶりに食べた。チーズもいっぱい入ってる。はい、この野沢菜の部分食べてみよう。合うね。美味しい。めっちゃ美味しい。合うでしょ。うまいね。チーズとさ、このカレーとこのタコライスの感じ、すごい合う。この野沢菜の塩味がね、美味しいね。美味しい。これミッキーじゃない？それね、多分それの方のサラダにも入ってた。超美味しい。美味しい。美味しいよね。久しぶりに食べた。ね。一時期コリンキーにハマってコリンキーばっか食べてたけど。1個買うと大きいからさ。すげえ。入ってるよ。めちゃくちゃ美味しい。このスープ。すごい具だくさん。それなんだ。お風なん猫ちゃんのお花。ここ猫ちゃんいたんだよね、前来た時。あ、そうだったっけ。外ね。看板猫がいた。いた。そう。つるつる。ちょっとこけました。ちょっとここ乗って。上に両方。いやー、美味しかった。美味しかったね。美味しかったしさ。安いね。なんだろう。おかしくないか、値段が。安すぎだよ。どこのランチよりも安い。野沢温泉で。いやー、最高でした。いいね。いい。そして雪がすごいね。大粒の雪が。なんかすごいよ、あそことか。上もね。降ってきたな、ついに。さあ、どこで温泉入るかと、どこでゆで卵作るか、温泉卵ねえ、どうしようか。野沢が本気出した。いやー、ここも安いな。野沢温泉はさ、まだまだ安いよ。ラーメン800円。本当だねえ、牛丼も900円。安いよね。ここ美味しいハンバーガー屋さんのところ、で温泉卵を作りに行きたいんだけどさ、いつもは十王堂の湯のところでやってて、で他にもね何か所かあるんだ、できるところが。で今日は松葉の湯のところにもあるから、そこでちょっとやってみましょう。
ついでにもうそこでお風呂入ってもいいね。いいね。すごい雪になってきたし、すごい大ね。変だ。やっぱすごいね、本気出すとね。こんななんだ。ここ松葉の湯で、温泉はどこだ。あ、ダメだ。お湯がダメになっちゃったって。あらら、残念。そこでやろう。いつものところで。温泉入ってたらちょうどいいでしょ。20分ぐらいかな、多分。よし、では温泉行きますか。温泉どこ行こうね。どこ行こう。もうちょっと離れてみる。ああ、そうだね。新田の湯っていうのかな、これなんて読むんだろう、ちょっとわかんないけど、そっちの方行ってみようか。はい。小布施牛乳持ってるじゃん。お、あったあった。なんて読むんだろう。新田の湯で合ってるかな。ここ初めてだね。結構立派じゃん。あ、下からすぐそこ車の道か。いやー、最高でした。いやー、と思ったね。結構ちょっとここはさ、うん、まだ入れるレベルな。あ、でも暑かったよ結構。こっちは暑かった。水入れてなかったけど。あ、そうなの。うん、入れてた。そっちは。なんかちょろちょろ出てたよ。あ、そう、こっちは一緒に全く出てなかったと思それ暑いね。う。水道はついてたけどね、うん。俺暑いの大丈夫だから。いやー、よかったよかった。いいね、ここ広くていいね。広い湯船も。そうそう。うん、ここはここ初めて来たけどかなりいいね。うん、いや、最高です。最高でした。で、どう？温泉卵そろそろかな。ちょっと早い。もういいよね。もういいと思うよ。だよね。行ってみよう。はあ、やっぱ野沢はうん、これよ。なんていうの、もう入った後の開放感が違う、ね。そう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 、暑いからね。暑いからもうふわーってそうそうそう、最高に整っております。本当。サウナより整うかも、俺らの場合は。この水風呂入れないから。水風呂入れないから最高だよ。この雪がさ、クールダウンしてくる。本当だね。ちょうどいい、心地いいの。で、カフェもあれば、クラフトビール屋さんもあれば、ジンもあれば、ナッパカフェさんもあれば、うん、うん、何でもあるからね。スキー場もあります。それはね、メインはスキー場。そうだよね。今どんなもんなんだろう。スキーのお客さんがやっぱ7割8割かな。もうほとんどもうスキーでしょ、そりゃ。でも温泉巡りする人もいるんじゃない、冬も。してきた。いや、野沢はすごいな、やっぱり。温泉もすごいんだけどさ、うん、結構カフェとかが安い、そうだね。全体的に。お土産物屋さんのさ、うん、シャインマスカットもパックで650円だったかな、うんとか、リンゴも1個100円とか200円とか、うん、傷もんなんか袋で300円とかさ、うん、結構良心的なお店がいっぱいある。うん、あんだってカフェなんか普通にいつも食べるお昼より安いもんね。そうね、すごいよね。そしてすっごい美味しいっていうね。そうそう、美味しかったね。美味しかったね。いや、タコライスも美味しかったけど、うん俺の方のナッパのナッパ飯、うん、ここでしか食べれないじゃん。うんうんうん、しかも熱いスキレットみたいなのに入って、うん、いや、すごい良かった。あんまりフラフラしない方が良さそうだけど、ちょっと木島平まで近いから10キロぐらいでしょ。ちょっと行ってケーキを買いたいなと思ってね。パティスリーレーブ、うん、美味しいじゃん、そこ。美味しいね。ね、もう食べてってもいいけど、テイクアウトでいいか。車でのんびり食べる、うん、夜。いや、つららがすごい。本当だ。ね、あれ、なんか変な道だな。上に行きたいのに下にいるぞ、これ。どうやって上に上がれるんだろう。ねえ、上がれるのこれ。ねえ、ここから上がれるってなってるけど、あっちだよ。うん。へえ、ここから行けるんだ。なんかすごい道じゃん。ね、この道で行く必要はないね。ね、全く困っちゃうよね。すごいな。なんでだ。
すごい上りじゃん。逆に言うとすごい下りで怖いね。絶対通らない方がいい。絶対通らない方がいいよ、この道は。なんでだろう。今日一本ちょっと曲がりそびれたからか、一個下に降りてきちゃったからかな、うん、駐車場出て。この道はおすすめしません。あそこ雪ついてたらちょっと大変だと思う、しかも最後一回止まらないとダメだからさ、登れなくなっちゃったらね。でも割とこの野沢は来やすいよね、かなり来やすい方じゃない、スキー場として。ここでちょっと大変でさ、時々ここでスタックしちゃう車いるみたいなんだけど、でも長野の中でも比較的来やすいかな、特にこの飯山周辺だとここか、戸狩も行きやすいかな、遡らないから。今だらおがちょっと大変だよね。で木島も駐車場まで最後ちょっと登ったけど、まあ行けなくはないか、近いね、野沢から木島も、15分ぐらいなんだ。いい木島平村に入ったわかんないね変化はない、お漬物だ。ああ、へえ、本当だ。野沢の有名な野沢菜屋さんあるじゃん、岡村商店さんだとか岡本商店さんだが、岡沢かなんか岡なんとかね、この今から行くレーブさんもとんでもなく美味しいんだよね、ケーキ。そう相当美味しいよね。私はムース系が好き。そうそう、ムース系ね、今日もムース系にしよう、俺も。そこはね、斜め右だよ。あら、間違えた。あ、そうだそうだ、その上だ。そう、5時までやってるってなってる。あ、本当？じゃあ大丈夫か。もうそこだよね。ここまで来たらわかる、俺も。ここまで来た、あと100メーターだから買いました。買いましたね。ムース系多分いつもと一緒だと思う、美味しいから。他のもいっぱいあるんだけど、どうしてもこれになってしまう、ではちょっとどっかでコーヒーでも入れて食べましょう。コーヒーもさっきベイシアで買ったしね、ちょうどいい。わあ、晴れてきたじゃん、なんか、あれ、太陽出てる。ちょっと出てるね。ああ、綺麗だ。嵐の前の静けさほんとそんな感じじゃない、なんか晴れて雪もちょっと小降りになって、さあ、道の駅千曲川です。花の駅千曲川か、カフェ里和でも久しぶりに行ってケーキ持ち込みたいけどダメだよね。それダメでしょ。いや、俺これがさ、さっき見てて気になって、メルティーって、メルティー、スノーキャロットのシェイク美味しそうで、あとこれもハレコーラも美味しそうだなと思ってね、行ってみよう。これ食べようかな。何なんだろう。あ、いろんなところのなんだ。そういうことか。土日限定で飯山市内の和洋菓子店のバナナボートをここで販売しますっていうことだ。あ、文蔵さんだ。生チョコのお店、いいね、面白いね。いろんなところの、それにね、文蔵出てなかったけどね。そうなんだ。すげえ、超チョコ入ってる。ちょっと高級だったんだよね、他より。540円ぐらいしてたから。550円だったかな。いただきます。うまっ。チョコ超うまい。美味しい。さすが。ちょっとビターで。うまい。そして何だったっけ、これキャロットかな。なんとかスノーキャロットだったかな。雪下人参のシェイクかな。いただきます。これが600円だったかな。すっごい人参。うまっ、これ。超うまい。ちょっとつぶつぶのキャロットが入った感じ。美味しいでしょ。すっごい人参だね。なんか人参の色が黄色いけどね、これ。
あれとミルクと混ざってるからじゃない？でも黄色いよね。もっと赤くなるよね。でもすっごい人気。美味しいよね。美味しい。でそちらはカフェオレ。カフェラテ500円。カフェラテか。さあ今日は久しぶりにスーパーで買ってきました。はい。ほぼ半額。全部半額かな。お、全部？うん。すごいじゃん。なんか大雪警報出てるよ、この飯山とか、ね、長野市も出てるって。あ、そうなんだ。70センチぐらいあるらしいよ。ああ、いいね。予報では。すごいじゃん。楽しみ。じゃあいただきますか。これ美味しそうだね。美味しそう。いただきます。お次は温泉卵。できてるでしょうか。あ、できてるできてる。あ、美味しそう。いただいて。醤油入れるかな。どうだろう。そうしようか。美味しい。あ、うまい。じゃあ、さあ、今日はこれ。ちょっと美味しいやつに変わった。AGF。お、AGF じゃん。30%引きだった。これを入れて、美味しいケーキ食べましょう。ね、すごい雪になってきちゃったよ。本当。大雪。それは大雪警報が出てる。そう。大雪でしょう。その割に降らないなと思って。こっから。ね、そう、夜がね、結構多くなってくるの。あ、そうなんだ。見たら。なんかおかしいんだよね。こっから3、40キロ行ったらもうとんでもない2メーターぐらい降ってんのにさ、新潟県。なのに野沢はまだ80センチぐらいでさ。おかしいね。2メーターだ。1メーター以上違う。ピタッと長野県をね、そう避けてるん、綺麗にね。何なんだろうと思って。すごいな、そんなことできるんだと思って。なんか今回もなんかすごい最強寒波って言ってる割にはさ、ちょっとそこまでじゃん。だって1メーター今超えてるとこないんだもん。長野県1個も。新潟県250センチとかさ、そうなの。だからもう明日新潟の方に抜けようと思って。そう。面白そうじゃん。さあコーヒー先いただきます。あー、美味しいね。パティスリーデーブさんのケーキ。はい。いつもこれな気がするけど、これが特に好きなんです。いただきます。やっぱり美味しい。美味しい。こっちもいいよ、食べて。すごい美味しい。この甘さ控えめな大人な上品な味。こっちもすごい美味しい。どっち派？俺はこっち派。私ね、こっち派かな。中がまだ入ってんね。これ知ってた？うまい。ああ、両方うまいね。いや、最高。やっぱりここはさ、美味しいね。次はね、チョコレートです。はい。あ、ちょっと待って、なんかないんだけど、ここが。ここの2つがないんだけど。もういただいた俺。これね、ちょうど今日いただいちゃった。いただいてしまった。チョコレート。チョコレート超うまい。どれにしよう。じゃあ、私これ。違うよ。何？ここで分かれてんだから。やめてよ。そんな決まりあったの？じゃあこうやって分ける。いいよ。あえてこうで多分ここ食べることになるから。はい。美味しい。いただきます。おはよう。おはよう。ついに長野県にも雪が来ました。ね。本気出したね。すごいね。いい山が。このいい山がさ、昨日の夜10時から何時だ？10時間ぐらいで60センチ以上降ってる。すごくない？ね。こんなんだもん、車。やっと降りました。野沢も7、80センチ降ってるし。嬉しいね。いっぱい降ったね。ねえ。せっぴみたいになっちゃった。すげえ。こっちもやばいね。これ。いや、すげえマジで。あ、よく見たら前もやばいじゃん。
前の車も埋もれちゃったじゃん。おお、かなり降っちゃったな。ついによく知るいい山になりました。なったね。ね、予報通りっていう予報通りだね。本当に降ったね。今まで全部フルフル詐欺でさ、降らなかったのに、ついに降りました。そして見づらいな、道がどうなってるんだこれ。横が全然わからないね。前はねライトつけて走ってくれてるからよくわかるけど、こんくらいか。そうだね。で今日はどこに何をしに行きますか？今日はこんな天気ですけど、ヘギそばを食べに行きたいです。ヘギそば、大雪警報の中、ヘギそばを食べに、十日町、しかも今多分十日町やばいんだよね。2メーター超えてるんだよ、積雪が。今のね積雪ランキングでいくと多分1位が酸ヶ湯でしょ、で2位が多分あそこの魚沼だと思うの、新潟の。で3番目じゃないかな、多分2メーター40とか240センチぐらい積もってるはず。昨日はね、10時で223センチ。あ、じゃあそんなにこっちほどは降ってないんだ。20センチぐらいか。こっちはだって昨日の夜で50センチが1メーター以上になって一気に増えてるから、あ、じゃあそこまで昨日は大丈夫だったんだね。野沢は昨日の夜か、夜7時で80センチぐらいでしょ。84センチで今が150センチぐらい、151センチだから70センチぐらい12時間14、15時間で積もったってことだもんね。すごいよね、それは。いやすごいな本当。今日は本当はさ、雪チャリナイターに行きたかったの、とがりの、やったとしてもタイヤ埋もれちゃってさ、あんまり面白くないんじゃないかなと思って、今日はやめとこうかな。まあ夜だからね、後で考えたらいいけど、十日町って戻ってきてから、だけど綺麗だねやっぱり。お、来た。来てくれました。うわすごいね、道路見えてるじゃん。すげえ、こんなにやれるんだ。まあ、ちょっと雪止んできたから、ここは風か？あ、風だね。高速道路はね結構止まってるよ。あ、そう。あ、でもね北陸道とかはちょっとの区間しか止まってない。長野は？長野は長野インターから上越高田まで。止まってんだやっぱり。だから18号線も止まるし、それで。でもすごいいっぱい事故してる。まあここら辺はさ、十日町とか栄村とかここら辺は雪には慣れてるだろうから、大丈夫だと思うけど、あとまあここはね上りがそんなないしね。そうだね。あっちの上越に抜ける道はすごいじゃん、坂が。だから危ないから通行止めになるのかな。やっぱスタックしちゃったら大変だからさ、そういうことだよね。見やすいな、ここはいいな。うわー、右が今書くのか。そうなん、こんなだったんだ、書いてないと。すごいね。すごいね。こんなにそんなに積もってたんだ、あっち。ねえ。じゃあ下から来る人大変だったじゃん。ねえ。お、栄村。前から来てる。見えないね。見えないよ、ゆっくりだよ、みんな。一瞬怖いね。あ、こっち風あんのかな、もしかして。すごいね、車に。本当だ。一日でしょ。うちも結構積もってた上。すごいな。すごいな、この辺。
ワイパー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 をまずしないと見えない。風が出てるんだな。ちょっとどこだ、こっちだ。ゆっくり行きましょう。一段遠いね、ここは。雪国って感じ。いい山の倍くらいありそう。そうだね。そうなんだって、いい山だって昨日まで50センチなくてさ、で30センチとかだったじゃん、ずっと。でもその時でも十日町は150ぐらいあったから、1メーター超えてたからね。カラスも大変じゃん。餌がないんじゃない？本当だ。ああ、柿がついてるんじゃない？違う？そうなのかも。ああ、人。ああ、県境。あ、もうこんな近かったんだ、あそこの境の道の駅って。そうそう、もうお隣すぐ。ねえ。こっちもすごいな、雪。ここ橋なんですけど。あ、そうなの？人歩くとこないじゃん。橋なのにこんなに積もってる。本当だ。あ、違う、間人歩けるようになってるわ。あ、本当だ。ね、すごい。すごいよ。あ、何そして新潟県は優しいじゃん。新潟県はすごいね。ねえ、あ、この人だ、うまいの。すげえ、ほんと見てこれ。すごいね。ねえ、今こうだからね。そう。あれがあんな綺麗になるんだもん。すごくない？どこ書いていいかわかんないよね。なんでわかるんだろう。GPS かな？どこまで行ったらいいかわかんないよね。だって棒も大して立ってないよ。わ、さらに雪増えた。すごいな、ここ。何これ、ほんと。すごいの来た。お、十日町です。怖いとこでやってるよ。高いよ、あれは。おお、なんだ壊れちゃったか。怖い、滑ってる。そりゃね、こんだけ下がボコボコのわだちだったらずれ落ちるよね。うわ、この右もすごいね、これ。うわお、あと5分着きますよ。で、今から行くのはね、うん、灘行きそば吉屋っていう吉屋さん、駅そば屋さん。そば屋さん。ここら辺だと小島なんとかっていうところによく行くけど、ね、そこも有名だけど。びっくりするな。止まれないからね。もうあっちの車もすごい避けて。ねえ、あと1キロぐらい。お店入れるかな？駐車場大丈夫かな？ねえ、これだよ。今ここピークじゃない？ 2.5 メーターぐらい本当ありそうだ。あるね。ねえ、いやー、これはすごいね。この辺なんだけどね、この信号の先ぐらいに左側にあるって。信号の先ね。あったあった、あれじゃない？ここ来たことあるね。あるね。あるね、うん。やっぱり。うわ、なんだこれ。すげえな。すごいね。行きますか。美味しい駅そばを食べましょう。わあ、美味しそう。からし。そう和がらしでね。どうしようか。大樽が11玉なんだって、こっちのね。でこのへぎの大中小で、2人前が16、小へぎ2人半。これにするか。中へぎいくか。お腹減ってるし。食べれるでしょ。30？うん、余裕でしょ。いただきます。今日は中へぎ頼んだよ。4000円。4400円かな。
ちゃ美味しい。酸っぱいの甘いの。しそ。ああ、甘い系？ちょっと甘いかな。いいね。美味しい。結構分厚い。そう。来ましたよ。溶かしてみる。あ、もう入れる？え、そうだよね。俺はね、まず七味でいく俺は。だけ入れちゃっていい？うん。餅みたいだね。あ、本当だね。ううんん。つるつるなんだよね。一ぼっち結構大きいね。うん15ぼっちずつあるから。うん。うん。美味しい。つるつるなんだよね。つるつるなの。つるつるを通り越してつるつるなの。よくわかんないけど。美味しいな。また信州のお蕎麦とちょっと違ってね、うん蕎麦粉にふのりがつなぎとして使われてるんだよね。うん。うん。でこれがへぎっていう入れ物で、へぎそばと。だからふのりだからちょっとなんかつるっとした食感になって、すごい美味しい。本当だね。一ぼっちが大きいね。大きい。ねいっぱい。食べきれるかなと思ってきた。いただきます。うん。あー、うまい。結構海藻感があるね。あ、そうそうそう。ね、こっちにかな、これにかな。いや、こっちでしょ。だよね。うん、ちょっとなんていうの、色が緑がかってる感じがちょっとあって、あー、美味しいね。うん、つるつるして、長野県のそばのコシと違うね、うんもうちょっと弾力があそうそうそう、弾る感じ。力がある感じだね。美味しい。これも美味しい。両方美味しい。美味しかったね。美味しかった。食べ過ぎた。あれは3人半前だったさあ、ではこのまま六日町南魚沼の方かなうん、に抜けようかな。ここまで来たんで美味しいお米買ってきたいなと思って、うん、あそこのなんだ米国店があるじゃん。塩沢米国店だかなんだか、南魚沼の美味しいお米が買えるんで、どんくらいになってるんだろうね、値段。前他が1キロ400円ぐらいの時でも800円ぐらいしてたから、もうちょっとしてたかな。今だといくらか。うわ、もう埋もれてる。看板が、ねミラーがえ、ミラ埋もれてる。ーも漏れちゃってる。また雪が増えたかも。もうちょっと来たら。すごいね、本当に。けどこれから魚沼に抜けていくと、そこが今日本2位なんじゃない？酸ヶ湯が4メーター超えててさ、その次ぐらいなんじゃないかな、積雪量では。まあもう大差ないよね、ここと。そうだよね、こんなに降ってれば。すごいな。 2.5 メーターと 2.6 メーターに差はないね。うん、4メーターと2メーターはさすがに違うけど、まあただあれ酸ヶ湯はねちょっと特殊な場所じゃん、ちょっとスキー場の方で山の中、八甲田の方だから。そうさあ、こっから20キロぐらいかな、魚沼の方まで。ちょっと峠を越えるっぽいから気をつけないと。大丈夫かまあチェーンは持ってるからねすごいぞなんだこれひときわね。お、ここから雪道かな。中央分離帯がびっくりしたすごくない中央分離帯だよこれ。真ん中すげえ、こんなんなる。城沼道だね。城沼道、新潟県上越市と南魚沼をああ、そっか、魚沼の沼か。ああ、みたいだよ。城沼道っていうらしい。そうか、魚沼だもんね。なるほど。なんか何本かあるよね、この十日町側からあっちの湯沢とか、この魚沼に抜ける道。方面に抜ける道ね。そうそうそう、さっきの道ずっとまっすぐ行くのが一番簡単に、小千谷の方まで抜けて、戻ってくるのが楽ちんかな。峠越えないで、峠じゃないからね。これを抜けて向こう行くと17号線か、国道の。そうそう。そうだね。こ
こじゃない 300m 先を城沼のこれでトンネルだ。よしよし。加藤峠。トンネルは天国です。でも中がだいぶあったかいっぽい。すごい曇ってる。出ました。出ました。十日町の方がちょっと多かったかも、雪。もしかしたら。そうだね。これ高速。ここ高速か。高速あるんだ。それあるか。関越？これは何なんだねえ。うわー、すごいな。町だな。六日町だって。六日町か。もうそこら辺じゃない。あと 100m。あの看板じゃない。そうそう、黄色い看板で分かりやすいの。塩沢地区の美味しいお米買いましょう。到着です。じゃあ行きますか。出るかな。買いました。塩沢地区のコシヒカリ10キロ。いや、いいの買えたね。10キロ1万円でしょ。1万100円、まあ玄米だけど1キロ1000円、だからまあ1割減るとして玄米だから、だから1キロ1100円ぐらいか。で昔から900円はしてたよね、1キロ。確か高級だったじゃん。そうね。でもすっごい美味しいから、でもさ、なんかスーパーでも今コシヒカリ900円とかしてるじゃん、ね、普通のそういう魚沼とかじゃなくて、それ考えたらはるかにいいよね、このすっごい美味しいもうブランド米じゃん、言ったら。そうだよね。この南魚沼の中でも一番美味しいと言われてる塩沢地区のが、この値段ならもうこれからずっとここがいいね、間違いないよね、いや嬉しいな。やりました。